どうも浦沢直樹です。皆さんお待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。YouTube もしばらくちょっとご無沙汰していたのはですね、準備がかなり大変でしてね、もう半年以上前からああだこうだやっておりまして、 YouTube やってる場合じゃなくなっちゃって、最終的に12月28日にこの朝ドラ第6巻が発売ということで、それと同時に朝ドラ20世紀少年、やわら、ジゴロ、くしゃみ、無印、21世紀少年、それらの作品がまず第1回目として電子化しようじゃないか。なんだかんだ言って僕紙の本が好きなんですよ。漫画っていうのはこういう風に見るっていう風に演出されているんで、これは僕だけじゃなくていろんな漫画家さんに聞くと、やっぱり見開きで見てほしいよねっていう風に皆さんおっしゃってまして、なんか漫画家さんたちみんなそういう風におっしゃってる声を何かうまい具合にできないかなと思いまして、それで私ちょっと考えたんです。こんなマークを考えてみました。見開き読み推奨マークっていうのね。でこの作品は左右にページを見開いた状態で読むことを想定し演出されていますっていうここに書いてあるんですけども、スマホでこう片ページずつ見ている状態だとその演出がうまくいかない時があるんですよね。その見方だとちょっとがっかりする時あるんで、このマークを一番最初にポンと出すようにしてみようじゃないかと、漫画家の気持ちをちょっとここで表してみたらどうだろうというんで、このマークですね、漫画家の皆さん誰でも使えるように割とフリーな素材として、ちょっと考えてますんで、なんとかなるんですよね。なんとかなるそうです。扉絵のない回はそこにブランクを入れようと。一周分を読みました、そこでっていう1ページを入れてもらうみたいなこともちょっと考えたんですね。そういうリズムで書いているんで、それもちょっとなるほど、こうやるとちょっと1話ずつの読み具合が、読み心地が変わるなみたいな風に思っていただけると嬉しいんですけども、あと何か変わったことしましたっけ。そうだ、電子書籍なんてのはとってもカラーページが得意なんじゃないのって思ったんですけど、なんか案外モノクロになっちゃってること多いですよね。カラーページがちゃんと再現されてますんで、だからこれからはみんなバンバンカラーページを出していこうよということを僕みたいなのが言うと、また面倒くさいことを浦沢が言い出したななんていうふうに言われるかもしれないですけど、ひいては本当に全部読者の皆さんが楽しんでほしいっていうことなので、ほらカラーページがねすごい、ものすごい宣伝ですよねこれね。いやらしいほどの宣伝を今繰り広げていますけども、漫画が皆さんのところにこう一番いい状態で届くようにするにはどうしたらいいんだろうっていうことで、本当は僕は紙が好きなんで一番いい状態はこれなんですよ。ね、だけどこっちは紙にプリントするっていう限界もあるんですよ。こっちはもう再現力はすごいんで、これね、これから電子書籍楽しみですよね。やわらと20世紀少年の1巻の最後には朝ドラの試し読みがついてるそうですんで、まだ朝ドラまだっていう方はそこでちょっと試し読みしてもらって泥沼に入ってもらいただこうっていうね魂胆なんですけども、とりあえず電子化されたけどもやっぱり紙が好きフェアっていうので、朝ドラの帯についてる応募券を切り抜いてハガキに貼って送るの、今時なんでしょう、昭和ですよねこれね。抽選でその中から5名様に浦沢作品全作品の中のあなたの好きなキャラクターを書いてプレゼントっていうのが当たっちゃうらしいです。昔パイナップルアーミーのサインくださいって中国人の陳さんをお願いしますって言った人がいて、書けるかなっつって書けましたね。久しぶりに書いてもね、何でも頑張って対応しますんで。ただですね、プルートのアトムをなんか僕書くのどうしても気が引けるんですね。あれは手塚先生の日本を誇る一大キャラクターですから、アトムのサインは手塚家に1回だけ書いただけなんです。なのでおそらく書かないと思いますんで、
アトムのリクエストはやめた方がいいかと思いますなんでこんなに大騒ぎになってるのかっていうのを今になって思い出しました1981年の年末に小学館に編集者として入社したくてその申し込みをしに来るその時にどうせ小学館来るんだからそのプロの編集者の人に、見てもらったら何て言われるかなと思って原稿を持ってきてその年末に私新人賞をいただいてるんですよその原稿で。でそれから2021年で、40周年なんですよ。あの頃は手塚治虫先生、齋藤孝夫先生、白戸三平先生というような方々がぎゅうぎゅうともうひしめいている世界の中で新人賞の作品が結局載らなくてでいよいよ載ったのが83年なんですよ。だから一応デビューが83年と言われてますけど新人賞を取った時から考えると40年なので電子解禁みたいなものをこのデビュー40周年のちょっとお祭り的に何かやれないかなっていうようなことで始まったんですよ。それ言い忘れてましたよ。そんなことでここまでこうやってやってこれたのも読者の皆さんのおかげなので、これからもよろしくお願いしますということで、浦沢直樹電子解禁のお知らせでした。